こんにちは、近藤美蔵です。今まで何度か具現化の方法をお伝えしてきましたが、また新たにより有益な具現化の方法を受け取りましたので、今日はそれをシェアしていきたいと思います。それはプロセスイメージが重要である理由と、最短のプロセスの道を見つける方法です。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それではシリウス中継スタート。世の中には様々な願望達成の方法や成功の法則などがありますが、それらを試しても思うように叶わないことが多いのではないでしょうか。その理由の一つに、ゴールの設定をしてもプロセスが設定されていないことが挙げられます。例えば新月の願い事など願望を書き出す具現化の方法があると思います。願いを書き出すことは具現化力を高め、さらに月の満ち欠けなどの時のタイミングを利用することで、その作用を強めることは有効ですが、実は願いを書き出すだけでは具現化力が弱く、時間がかかる可能性があるということ。その理由はプロセスにフォーカスできていないからです。プロセスとは設定したゴールに向かうために何が必要でどのようにしたらよいかという到達するまでの過程で、これが見えている人と見えていない人では具現化力に違いが生じてしまいます。なぜならプロセスが見えないと人は行動することができないからです。具現化の上手な人はゴール設定をしたら、そのために何が必要でどのようにしたら良いのかをリサーチして、ゴールに到達するために必要なプロセスを十分に把握した上で行動しています。一方、具現化の苦手な人は、ゴール設定をしても、プロセスを把握していないため、行動することができなかったり、行動しても迷いが生じやすくなってしまいます。具現化の上手な人は、プロセスをよく考えて行動しますが、具現化の苦手な人は結果ばかりを考えて行動できない傾向にあるとも言えます。そしてもう一つ、プロセスが重要である理由があります。それは、魂は結果よりもプロセスを重視するということ。私たちは三次元の様々な体験によって魂を成長させています。たとえその結果が成功であっても失敗であっても、それを経験したことが魂の糧となるのです。魂にとって結果よりもプロセスが重要であるため、プロセス設定をすることで、そこに通じる道がより開かれるようになっているのです。例えば、楽して成功したいと願う私たちは、どこかで棚からぼた餅を求めてしまいますが、魂にとってそれは意味を持たないため、どんなに願ってもぼた餅はなかなか落ちてきてくれません。なぜならそこにプロセスがないからです。プロセスがないということは、魂にとってそれは重要ではないという判断になってしまうのです。これがプロセスにフォーカスした方が具現化が進む理由です。プロセスが重要であることをご理解いただいた上で、今回は最短のプロセスを見つける方法をご紹介したいと思います。1番、具現化したいゴールをイメージングします。ゴールがビジョン化できたら、
それを実行するために何が必要で、どのようにしたらよいのかを考えます。2番、プロセスが見えてきたら、自分の目の前にプロセスの道をイメージします。そして、プロセスの道の先にゴールが見えるかどうかを確かめます。ゴールが見えたら、それは具現化できる可能性があります。ゴールが見えなければ具現化は難しいので、再度プロセスを練り直します。3番、プロセスの道の状態を見ます。ゴールまでの道に障害物がなく、まっすぐ見えたら、それは最短の具現化コースです。道が曲がっていたり、障害物があるように見えたら、他に近道があるかもしれません。プロセスを練り直しながら、最短の道が見えるまで近道をリサーチします。4番、最短のプロセスの道が決まったら、ハイヤーセルフに確認をします。このプロセスで良いですか？イエスかノーのサインを感じ取ります。ノーなら、その理由や改善点をハイヤーセルフに尋ねて、受け取ったメッセージに合わせて再度プロセスあるいは結果を練り直します。5番、ハイヤーセルフに確認したプロセスの道にミニサイズの自分をゴールに向かって歩かせながら、プロセスの道をゴールドに輝かせます。これを行うことで、プロセスをしっかりと把握することができて、行動するためのエネルギーも湧き上がってくると思います。あとは行動あるのみ。形を生み出すまで頑張ってみましょう。以上です。アセンションに伴い時間軸が早まっているおかげで具現化が加速しているこの頃です。この方法を利用して最短のプロセスの道を見つけて理想の未来を具現化していただければとても嬉しく思います。それでは今日はこの辺りでシリウス中継を終わります。